バージンクイーン、グロリアーナ、フェアリークイーン。イングランドを黄金時代に導いたとして偉大な女王と称えられてきたエリザベス1世。当時世界最強と言われたスペイン艦隊との海戦アルマダ海戦での勝利、イギリス東インド会社の設立、44年間という長きにわたった彼女の治世においてイングランドは海洋国家として大きく成長を遂げた。ヘンリー8世と彼の2番目の妻アン・ブーリンの娘として生まれ、母アン・ブーリンの処刑によりわずか2歳で諸子に転落。ヘンリー最後の妻キャサリン・パーの尽力により王位継承権を回復するも、カトリックの姉メアリーの治世では何度も反乱の旗印とされ、一時はロンドン島へ収監されるなど危うい立場に。しかしメアリーの死後、彼女は25歳で女王に即位。父ヘンリーの身勝手なローマ教会からの離脱、弟エドワードの急進的なプロテスタント化政策、姉メアリーの徹底的なカトリックへの回帰政策、その後を受けたプロテスタントの女王エリザベスの誕生は国内外に新たな波紋を投げかけることに。徹底的な自己プロデュースと宗教対立を背景としたプロパガンダ、バージンクイーンの名の裏に隠された彼女の本当の姿とは。このチャンネルでは少し変わった歴史をご紹介していきます。よかったらチャンネル登録していただけると嬉しいです。1558年11月17日、エリザベス1世即位。姉メアリー1世に次ぐイングランドで2人目の女王に。この時まだ25歳のエリザベスは輝くばかりの美貌の持ち主で、フェアリークイーンと称えられたと長く伝えられてきました。しかし当時の外国大使の記録を遡ると、通説とは違った現実が見えてきます。当時のスペイン大使フェリア伯爵は即位時のエリザベスについて、とても長生きするとは思えないと本国に書き送っており、フランス大使も同様の記録をつけています。実際即位時の彼女はすでに満身創痍ともいえる状況でした。消化不良、気絶発作、不眠症、生理不順や無月経、ひどい時には何週間も続く頭痛に悩まされ、極度の近視からくる眼性疲労、そして虫歯。あまりの不健康ぶりに子供を産むことができないのではないかと危惧されたほどです。そして彼女の即位はカトリック諸国からの激しい反発を招きました。フランスのアンリ2世は自身の息子の妻であるスコットランド女王メアリー・スチュアートこそが正当なイングランド女王であると主張。カトリック世界においてはヘンリーとアン・ブーリンの結婚は神の意志に反する不当なものであり、エリザベスも不義の子であったのです。不安定な情勢の中即位したエリザベスには早急な結婚と後継者の出産が求められました。実際結婚相手の候補は大勢いました。姉メアリーの夫であったフェリペ2世、オーストリア大公カール、スウェーデン王子エリック。国内ではイングランド人との結婚を望む声も多く、実際国内にも大勢の候補がいました。しかしエリザベスにはすでに心に決めた男性がいたのです。ロバート・ダドリー。エリザベスの幼なじみで、かつてエリザベスの弟エドワードの時代に実権を握り、ジェーン・グレイの王位継承を画策したことで姉メアリーに処刑されたノーザンバーランド公ダドリーの息子ロバートも父に加担した疑いをかけられ、ロンドン島に収監。一度は死刑を宣告されたものの恩赦により釈放された過去がありました。ちょうど同じ頃エリザベスもロンドン島に幽閉されており、2人は同じ時同じ場所で処刑の恐怖に怯えていたのです。そんな2人の間に強い絆が芽生えることになったのは当然の流れだったのかもしれません。女王となったエリザベスは彼を主の神に任命し、常にそばに置きました。その親密さは宮廷はもちろん
国内外で大きな噂の的となり、エリザベスの名声に大きな影響を与えたのです。特にカトリック世界においては、彼女の母、アン・ブーリンの悪名も相まって、格好の攻撃材料とされました。また、ロバートは、彼がエリザベスに対し政治的影響力を与えることを恐れた勢力から、命を狙われることもありました。エリザベスは、そうした脅威を取り除くため、海外王族との結婚話を利用していたとも言われます。それでも国内では、後継者を早急に得るためには、ロバートとの結婚もやむを得ないという声も一部にはあったのです。しかし、そもそもロバートとの結婚などありえないことでした。彼にはすでに妻がいたのです。エリザベスが即位した頃、イングランドはスコットランドに駐留するフランス軍の脅威にさらされていました。エリザベスは交渉による解決を主張しますが、彼女の首席顧問官であったウィリアム・セシルは強硬に交戦を主張。結局、エリザベスは交戦に同意しますが、出撃命令はそれから3ヶ月以上も後のことでした。エリザベスの治世では、スペインとのアルマダ海戦の勝利など、華々しい戦果が強調されています。しかし実際には、交戦を主張する枢密院やセシルと、結論を先送りに従うエリザベスとの間で、こうしたやり取りが何度も繰り返されていたのです。スコットランドでの戦いは、イングランドにとっては厳しいものでした。特にリースでの戦いは大敗北に終わり、イングランド側は500人にも上る兵を失うことになりました。ところが、幸運はイングランドに味方します。悪天候のため、フランスは援軍を送ることができず、さらに、スコットランドで実権を握っていたマリード・ギーズが亡くなり、戦いは協定へと持ち込まれました。これを受け、ウィリアム・セシルは協定交渉のためエディンバラへ出向きます。セシルの不在をいいことに、エリザベスとロバートは夏中狩りやダンスを楽しみ、片時も離れることはなかったといいます。ついにはエリザベスがロバートの子を身ごもっているという噂が、宮廷のみならず庶民の間にまで広がりました。そんな中、不穏な噂が漂い始めます。どうしても結婚したいエリザベスとロバートが、邪魔になったロバートの妻、エイミー・ロブサートの殺害計画を立てているというのです。エリザベスの首席顧問官セシルは、この噂を止めることはしませんでした。2人の結婚で国が混乱することを恐れた彼は、あえて噂を放置し、反対世論を煽ろうとしたのです。そして、その年の9月8日、ロバートの妻、エイミーは階段から転落して死亡。彼女の死に2人が関与していた証拠はないものの、女王と愛人による殺人ではないのか、という噂が瞬く間に広がることになります。殺人の噂や、それによる反発の高まりを目の当たりにしたエリザベスは、ロバートとの結婚を諦めるしかありませんでした。彼女が本当に生涯独身を貫く決意を固めたのは、この時であった、とも言われています。1562年3月1日、フランスでプロテスタント勢力であるユグノーの虐殺事件が発生。この事件を主導していたのは、スコットランド女王、メアリー・スチュアートの叔父であるギーズ公・フランソワでした。これを皮切りに、フランスは内戦状態に突入し、コンデ公とコリニー提督率いるユグノー軍は、プロテスタントの女王であるエリザベスに援軍を求めます。この時、枢密院は援軍の派遣をためらいますが、ロバートに説得されたエリザベスは強引に派兵を決定。ロバートの兄、アンブローズ・ダドリーを指揮官とし、約3500人の援軍を派遣しました。この派兵の裏には、姉、メアリーの時代にフランスに奪われたカレーの奪還という目的もあったと言われています。しかし、次第にユグノー軍にも意図を見透かされるようになり、不信感が募り始めます。その結果、ユグノー軍はフランス国王軍と和解し、今度はイングランド軍を排除にかかりました。従軍経験の少ないアンブローズは防衛に苦戦。さらに、駐留軍の間でペストが流行し、イングランド軍は
降伏を余儀なくされたのです。派遣時3500人いた兵士たちはわずか1000人にまで減っていました。そして今度は帰国した兵たちから国内にペストが広がり、国中が大混乱に陥ることとなったのです。ロンドンではペスト菌を持ち込んだと疑われた者が市民たちによって首吊りにされるケースもあったといいます。それだけでなく、膨大な戦費負担を国庫で賄うことができず、エリザベスは多額の借金を負うことになり、その回収は貧民層を含む庶民への課税で賄われたのです。アンブローズ・ダドリーがフランスで苦戦を強いられている頃、エリザベスは命の危機にさらされていました。天然痘に罹患し、昏睡状態に陥ったのです。未婚で子供のいないエリザベスが万が一このまま亡くなれば、国政は大混乱に陥ります。枢密院は早急に後継者を決めるため、話し合いを重ねました。この時、候補として挙げられたのは3人。1人目はキャサリン・グレイ、ヘンリー8世の妹、メアリー・チューダーの孫で、ジェーン・グレイの妹にあたります。2人目はスコットランド女王、メアリー・スチュアート。そして3人目は、エドワード3世の血を引く、3代目ハンティンドン伯、ヘンリー・ヘイスティングスです。ヘイスティングスは、ロバートの義弟にあたります。しかし、結局話し合いは平行線をたどり、なかなか結論を出すことはできませんでした。そんな中、一時的に意識を取り戻したエリザベスは、もし私が死んだら、ロバートを護国卿とし、年間2万ポンドを給与として払うように、とことづけたのです。これは、事実上、愛人を最高権力者に指名したようなものであり、女王の真意をめぐり、様々な憶測を呼ぶ原因となったことは言うまでもありません。エリザベスは、なんとか死の淵から生還を果たしましたが、顔には天然痘の跡が残り、後継者問題も未解決のまま残ることになりました。そしてこの後も、エリザベスは後継者問題を先延ばしにし続けます。彼女にとって後継者を決めることは新たな争いの種、そして自らの命を危険にさらすものであったのです。しかし、もしもこの時、エリザベスが天然痘で亡くなっていれば、イングランドは内戦状態に突入した可能性が非常に高いと言われています。結局、彼女の後継者問題は時が解決することになりますが、それはあくまで結果論であり、この結論の先送りが国を大混乱に陥れていた可能性も十分にあったのです。エリザベス1世の治世初期は、彼女自身の健康問題、カトリック諸国からの脅威、フランス派兵による外交的失敗と、多くの危機に見舞われることになりました。そして、その中心には、常にロバート・ダドリーという存在があったのです。エリザベスとロバートの間に男女の関係があったのか、あくまでプラトニックなものであったのかは、現在に至るまではっきりとはしていません。しかし、エリザベスがロバートの親女係に法外な報酬を払っていたことなどから、疑惑の声が消えないことも事実です。また、即位前にもママ母、キャサリン・パーの夫であったトマス・シーモアとも男女の関係を疑われています。彼女の奔放とも思える男性関係の噂は、晩年まで繰り返し物議を醸しました。そんな彼女がバージンクイーンと呼ばれることになった理由は何だったのでしょうか。そして彼女の成功は本当に彼女自身が仕掛けた戦略の結果だったのでしょうか。その裏にあったあまりにも危うい賭けと一人の女性としての苦悩とは。このチャンネルでは少し変わった歴史をご紹介していきます。チャンネル登録して次回もぜひ見てくださいね。